もしたった10分目を離した隙に友人が消えてしまったら。2017年9月9日、観光スポットとして賑わう街、アメリカ・イリノイ州ローズモント、クラウンプラザホテルの警備室では、大勢の警察官が手分けをして防犯カメラ映像をチェックしていました。おい、いたぞ！そんな中、何かを発見し、周囲の同僚を呼び寄せた一人の警察官。警察官が指し示したその映像には、ホテルの廊下を徘徊する一人の少女が映されていました。ひどく酔っ払った様子で壁にぶつかりながら、どこへとも知れず歩いている少女。彼女の名はケネカ・ジェンキンス。ケネカは前日の晩、ホテルで開かれたパーティーに出席しており、泥酔していたとしても不思議ではありません。ではなぜ警察はこれほど血眼になって防犯カメラを調べていたのか。それはこの後彼女がおぼつかない足取りでホテルを徘徊する少女。後に世間を騒がせるこの少女の行方は一体。これから少女が味わうことになる約20時間の絶望とは。俺明日誕生日なんだ。ただもんでくれ。これ録画されてんじゃん。こき使われてます。おっそっす。最近肉焼くだけの自炊です。ケンちゃんです。野菜ジュースって意外と太りやすいって知ってる？闇みこです。誰だよお前。フードコーディネーターが、SNS だと水炊きにハマってるとかってよく言ってる。水炊きも最近作りましたね。でマジで美味しい。なんか水炊きってなんかさ、いやほんと失礼な話なんですけど、名前からするとすごいあっさりというか、そうそう、なんか水でなんかやってるのかなってなんか絶対美味しくねえだろうとか思ってたんですよ。鶏白湯系の水炊きがマジでそうなのね。それ以外はもう違うかな。もう派閥に入っちゃってんじゃん。本日ご紹介するのはアメリカのとあるホテルを舞台にした少女の失踪事件。彼女はいなくなった20時間もの間、とてつもない恐怖にさらされていたんです。ってことはやっぱりなんか誘拐されてたってこと？実はね、違うんですよ。違うの？まあ違うんですけれどもね、何か悪意が働いてたのかもしれないと言われていまして、そもそもね、この少女ね、行方不明になる直前からね、異様な行動を見せていたんです。実はこの段階からね、事件は始まっていたのかもしれません。少女の行方。2017年9月9日、今回の舞台はアメリカ・イリノイ州ローズモント。老舗の風格を漂わせるクラウンプラザホテルの警備室では、何人もの警察官が防犯カメラ映像を見つめていました。おい、これじゃないか。緊迫した空気の中、一人の警察官が指し示したのは、長い黒髪の少女がホテルの廊下を徘徊する姿。皆さんにも実際に報道された映像をご覧いただきましょう。完全に泥酔した様子で何度も壁にぶつかって歩く少女。彼女は時折つまずきそうになりながらもどこかへ向かって歩みを進めていました。くそ、もっと早く映像を確認していれば。奥歯を噛みしめ悔しさをにじませる警察官。この映像が撮られたその日、少女の身に一体何が起こったというのでしょうか。ママ、行ってくるね。2017年9月8日、夜の11時頃、母親に向かってそう告げた少女の名はケネカ・ジェンキンス。明るく社交的な彼女は、ボーリング、映画、ナイトクラブなど、夜中に友人と遊び歩くことも珍しくありませんでした。そしてこの日、ケネカは友人3名と共に、クラウンプラザホテルの客室で開かれるパーティーに参加することに。楽しんできてね。家の車で出かけていくケネカの様子を、母テレサはいつものことだと何気なく見送ったんです。しかし、パーティー中のケネカは、普段の彼女とは少し様子が違いました。防犯カメラ見てるとさ、相当酔っ払ってるじゃない、いつもよりハメ外しちゃったんじゃない？ハメを外してたのとはちょっと違うみたいなんです。ケネカがね、パーティー中ね、何を考えていたのかっていうのは明らかにはなっていないんですけれども、ひょっとしてね、彼女のその日の態度も事件に何か関係があったのかもしれないんです。大音量で鳴り響く音楽とリズムに合わせて踊る若者たち。クラウンプラザホテル926号室では酒とタバコの匂いが充満し、多くの若者が日頃の鬱憤を発散していました。そんなさなか、ケネカ、どうしたの？一緒に踊ろうよ。ケネカへ歩み寄ると心配そうに声をかけた友人。そう、陽気な性格のケネカはいつもなら早々にパーティーの輪に混ざってはしゃいでいるはず。それがこの日は一人静かに座ってちびちびとブランデーを飲んでいるだけだったんです。そうね、少し踊ろうかな。ケネカは友人に促されるとそう言って立ち上がりますが、少し踊るとまたすぐに席へ戻ってしまいます。この日の彼女はお酒を飲んでいる間もずっとどこか悲しげな表情で考え事をしている様子だったんです。19歳でお酒ってのもちょっとそもそもダメな気はするんだけど、それよりケネカが悩んでるとこが気になったけど、どうしたのかしら。だからこそね、友人たちはケネカを気にかけてはいたんです。ただいけなかったのはケネカを一人にするタイミングがあったことでした。
ねえ、そろそろ帰らない？ケネカの友人たちがそう言い出したのは深夜3時頃。遊び疲れた友人3人とケネカはここからパーティー会場を出てホテルのエレベーターへ向かうんです。その時でした。ねえ、私スマホを忘れてきちゃった。多分部屋の中に。友人たちに向かい突然そう言い始めたケネカ。彼女はすっかり酔っ払っており、ろれつが回っていない状態。ふらふらとよろけながら歩くケネカがスマホを探しに行けるとはとても思えず、友人たちは彼女を廊下で待たせ3人でスマホを探しに行ったんです。それから10分後、お待たせ。友人たちがケネカのスマホを見つけて廊下へ戻ると、ケネカはすでにそこにいなかったんです。酔っ払ったまま一人でどっか行っちゃったのね。どこ行ったのかしらね。そう聞くとね、よくあることにも思えるんですけれども、問題なのはね、ここからね、ケネカが一向に見つからなかったことなんです。そこから友人たちは必死になってケネカを探しますが、ホテルのどこを探しても彼女は見つかりません。そのため1時間半後の午前4時半にはケネカの母に連絡し、この非常事態を伝えるんです。娘が行方不明なんです。防犯カメラの映像を見せてもらえませんか？ホテルへ駆けつけた母テレサはそうやってすぐさま従業員に協力を求めました。しかし申し訳ありません。警察の要請がない限り防犯カメラの映像を見せることはできません。母テレサがいくら事情を説明してもホテル側は堅くなに防犯カメラ映像を見せるのを拒んだんです。ここから母テレサは警察にも通報しますが、酔っ払ってどこかの部屋で寝てるんじゃないですか？警察はそう言ってろくに取り合おうともしません。この時警察がすぐに防犯カメラの確認を行っていれば、最悪の結末はまだ防げたかもしれないんです。いちいち酔っ払いのトラブルに構ってられないってのもわかるんだけど、仮にもね、まだ20歳にも満たない未成年の女の子が行方不明になったんだから、ちょっとホテルも警察も悠長すぎるんじゃないかしら。全てのね、通報に対応しろよとは言えないですけど、仕事っちゃ仕事だからちゃんとやってほしいですよね、本当に。ただこの後ね、母テレサの行動をきっかけに警察はやっと重い腰を上げるんです。そして防犯カメラ映像からは信じがたい事実が発覚するんです。20時間の絶望。ホテルにも警察にも対応してもらえず、路頭に迷ってしまった母テレサとケネカの友人たち。ここから彼女たちはある種強行手段とも呼べる方法でケネカを探し出そうとします。すいません、うちの娘を見ませんでしたか？黒髪のロングヘアで20歳くらいなんですけど。はあ、知りませんね。宿泊客がそう言って扉を閉めると、その隣の部屋、またその隣の部屋と客室を順番に訪ねていく母テレサ。酔っ払ってどこかの部屋で寝てるんじゃないですか？警察にそう突っぱねられた母テレサは、それならばとホテルの客室を片っ端からノックして回ることにしたんです。母テレサと友人3人のこの行動にはさすがにホテル側も黙っているわけにはいかず、警察へ通報。ようやく警察が捜索に乗り出すことに。確かにこれもほっといたらクレームになりそうな気もするし、ホテル側もね、ほっとけないわけね。ただ警察がね、防犯カメラを確認してもケネカは簡単には見つからなかったんです。結局警察が動き出したのはケネカが行方不明になってから9時間も後のこと。そして警察はここからホテルの防犯カメラを確認しますが、ケネカの姿をなかなか見つけ出せずにいました。おかしい。このカメラに映っていないとしたら彼女はまだホテルの中にいるということになるぞ。ホテルの中をどれだけ探してもケネカは見当たらなかったため、警察は彼女が外へ出ているものと考え、出入り口のカメラに絞って映像を確認していたんです。しかし彼女は行方不明になったその時から出入り口のカメラには一度も映っていません。このことは警察にとって到底信じられない事実を物語っていました。そう、ケネカがホテルの中にいるにもかかわらず、警察は20時間以上彼女を見つけられていなかったんです。警察は客室も全部チェックしたって言ってるからさ、それなのに見つからないって、あとどこに隠れてる？その事実から察するにね、ケネカは絶対に一般の客が出入りできないとこにしかいないっていうことですし、そしてね、ケネカが20時間以上見つからなかったってことはもう絶望でしかなかったわけですよね。結局警察が防犯カメラに映ったケネカの姿を見つけたのは、彼女が行方不明になった翌日の午後10時を過ぎた頃。友人たちとはぐれた後、ケネカはふらふらとエレベーターへ乗り、一人でホテルの地下へ、そのまま改装中で使われていないキッチンへ向かい、カメラの死角に外れていきました。この後彼女がたどり着いたその場所は2017年9月9日の早朝、ケネカが横たわっていたその場所は改装中のキッチンの大型冷凍庫の中だった。完全に酔っ払った状態のケネカは冷凍庫に入るなり転んでしまい、意識も定まらないまま目を閉じていた。そうしているうちに開いていた冷凍庫の扉は音を立てて閉じてしまう。そんな完全に閉じ込められてしまったこの状況において、ケネカは体を動かすこともままならない。酔っ払った状態とはいえ、その絶望は計り知れなかった。吹きつける冷気は容赦なく襲いかかり、ケネカの体温をみるみる奪っていく。しかしこの状況においてケネカはなぜか着ていた服を脱ぎ始めた。
暑い。暑いってなんで？冷凍庫の中なのに。普通のね、感覚からするとちょっと理解できないんですけど、うん結構雪山での遭難の話とかにこういうのって出てくるんですよ。ほうというわけで、本日のメトラキーワード、矛盾脱衣について。矛盾脱衣とは極寒にさらされているにもかかわらず暑いと感じて服を脱いでしまう異常行動。雪山などの凍死者はしばしば裸の状態で発見されることがあり、それらはほとんどがこの矛盾脱衣によるものだと考えられています。高温動物の人間は体温が一定以下に下がると生命維持のため血管を収縮させ体温を高める働きが強まります。この体温上昇と外気の冷たさで感覚が混乱した結果、暑いと錯覚するのだと考えられているんです。2003年に行われた旭川医科大学の研究では、その年に北海道で見つかった凍死者の 20% が矛盾脱衣の状態にあったと分かっているんです。このように矛盾脱衣は決して珍しいものではありませんが、そのメカニズムは未だ完全には解明されていないんです。防犯カメラでケネカの足取りを確認した警察は改装中のキッチンの冷凍庫へ。するとそこでは確かに靴を片方放り出し胸元を大きくはだけさせたケネカの凍死体が見つかったんです。そんな、どうして冷凍庫なんかに？必死に彼女を探し回っていた母テレサと友人3人はたらたら悲しみに打ちひしがれていました。そしてケネカが遺体で発見されてから約1ヶ月後の10月6日、警察は彼女の死を低体温症による事故死と発表。しかし事故ですって？そう、母テレサからすれば警察のその判断は到底受け入れられないものだったんです。そうよね。だって警察がもっと早く動いてればケネカは20時間も冷凍庫にいなくて済んだのかもしれないのに、それを事故だって片付けられちゃうのは納得いかないわよ、これは。ケネカの母がね、警察について問いただしたところは、捜査を始めるのが遅かったよねっていうことだけじゃないんですよ。不自然な死。母テレサが警察の事故死という判断に違和感を覚えたのは、実はケネカが亡くなったその状況に不自然な部分が多数あったためでした。まず思い出していただきたいのは、ケネカが迷い込んだキッチンが改装中だったこと。ホテルはここで調理を行うこともなければ食材を保管することもありません。それにもかかわらずこの日はなぜか空っぽの冷凍庫の電源が入れられていたんです。当然ホテルが普段から空の冷凍庫を冷やしているなどということはありません。この冷凍庫は本当にこの日に限ってなぜか動いていたんです。そんな偶然ありえなくない？だって、普段通り冷凍庫の電源が切れてればさ、ケネカ死ぬことはなかったわけでしょ？普段使わない冷凍庫の電源が入っていたのもそうですし、あとはケネカがね、本当に自分から冷凍庫入ったんかなっていうところも怪しいんですよ、これは。防犯カメラの映像を見る限り、事件当日ケネカが泥酔していたことは誰の目にも明らか。その状態であれば誤って冷凍庫に迷い込んだとしても不思議ではありません。しかし検証の結果、この時のケネカの酩酊度合いはせいぜいほろ酔いぐらいのレベルだと発覚したんです。ケネカの体内からはアルコール以外にも転換の治療薬トピラマートが発見されていました。トピラマートはアルコールと一緒に摂取すると効果が促進されるため、彼女の意識が朦朧としていたのはこの薬のせいだと考えられているんです。ただケネカには転換の症状はなく、薬を処方されたこともありません。つまりケネカは何者かによって意図的にトピラマートを飲まされていた可能性があるんです。そして彼女は確かに自分の足で改装中のキッチンへと向かっていましたが、その後はカメラの死角に外れてしまいました。そう、ケネカは自分から冷凍庫に入ったとされているんですが、誰も彼女が冷凍庫へ入る場面を見ていないんです。薬で意識が朦朧としてたところに誰かがケネカを誘導したのか何なのかして冷凍庫に閉じ込めたっていう可能性が出てきたわけよね。もうめちゃくちゃ犯罪の匂いがしてきたじゃない。そうなんですよ。もうプンプンするんですけど、そのね疑惑っていうところの一部、ホテルにも向けられるんです。結局ケネカが亡くなった当時の現場の状況には曖昧な部分が多く、彼女の死が事故なのか何らかの事件性があったのか、その答えは未だに出ていません。しかしそうやって世間からの注目が集まった結果、人々がやり玉に挙げたのはホテルの対応のまずさ。当日開かれていたパーティーでは未成年が堂々と飲酒喫煙しており、総勢30名が大騒ぎする中、ホテルへのクレームも少なからず寄せられていました。実はそれにもかかわらずホテルは特に何も対応をとっていなかったんです。そしてホテルのこの対応に不信感を募らせた人々は次のように勘ぐり始めます。冷凍庫に入っていくところがカメラに映っていなかったのはホテル側に隠蔽工作があったからではないか。ケネカが行方不明になった当日、ホテルは母テレサに防犯カメラの映像公開を申し出られ一度断っています。当日パーティーへのクレームにも対応していなかったホテル、その責任を逃れるためホテルは警察の捜査が始まるまでにカメラ映像に隠蔽工作をしていたのではないかと考える人が出てきたんです。ただしケネカの死の真相を物語る証拠
拠は何もなく、こうした世間の動きも全て結局は憶測の域を出ないものでした。ケネカは本当に自分から冷凍庫へ入っていったのか、はたまた何者かが彼女を貶めたのか。あの日パーティー中のケネカがどこか悲しげな様子だったことも合わせて、その真相はもはや知りようもありません。ただ一つ言えるのは、意識が朦朧としていたとはいえ、わずか19歳の少女が途方もない時間、体温が失われていく恐怖と戦っていたということ、その事実には胸が張り裂ける思いがします。酔っ払ってどこかへ行ってしまっただけ。今回の事件における一番の問題は、事件性の有無よりも多くの人がそうやって事態を甘く見てしまったことなのではないでしょうか。